おはようございます。今回は2024年11月上旬、男体山に登った時の動画です。日光二良山神社中宮市の駐車場に車を止めて、ここからスタートします。駐車場にお手洗いがあります。紅葉時期の週末、天気は快晴ということで、駐車場はほぼ満車でした。男体山は登山時期が決まっていて、閉山期間中は入山することができません。また、私が行った2024年時点では、正午までに受付しないと登山ができない決まりでした。入山料1人当たり1000円を納めます。はい、お願いします。二良山神社の境内を通って登山口へ向かいます。男体山登山のルートはとってもシンプルです。登山道から山頂まで行きはひたすら登り続け、帰りは同じ道をひたすら下り続けます。コースタイムは登りが3時間半、下りが2時間半、往復で6時間くらいです。この辺りきれいに紅葉してます。登り始めは樹林帯です。最初の方は傾斜が比較的緩やかです。日陰の部分は足元がぬかるんでたので滑らないように気をつけて進みました。登山口と山頂の標高差が1200メートルもあるのでかなり体力を消耗しますが、岩登りなどのスキルは必要ないし、危険箇所も少ないので幅広い方におすすめできます。小学生くらいの子も登ってました。この時3合目から4合目にかけて工事してたので舗装された道に迂回します。登ってる途中に後ろを振り返ると中禅寺湖の青がちらちら見えて、これがとっても綺麗でした。この鳥居を越えたところから勾配が一気にきつくなって息が上がります。木の根っこや近くの岩を掴んで登るような箇所もありました。樹林帯を抜けると一気に視界が開けます。足元がざれているので滑らないように注意します。あと風が結構強かったです。火山らしい赤みを帯びた岩肌と中禅寺湖の青の対比が男体山ならではの絶景だなと思います。この時期は紅葉の赤、黄色も加わるのでさらにカラフルです。あ、山頂だって。男体山は標高差が大きい分、上から下まで時期をずらしながら山全体が徐々に染まっていきます。山頂付近は9月下旬から色づき始めるそうで、中禅寺湖周辺は11月初旬まで紅葉しているので、結構長い期間秋らしい景色を楽しめます。秋は空気が澄んでいるので、遠くの山並みが重なる様子がとても綺麗に見えました。こんなこと言ったら怒られるかもしれないんですが、私、男体山って山頂に剣が刺さってる百名山っていうざっくりしたイメージしか持ってなくて、この時あんまり予備知識なく登ったんですよね。そしたら山頂付近からこんな素晴らしい景色の見える素敵なお山でした。男体山は栃木県にある百名山です。ここに来るまで急登続きで大変でしたが、その分達成感があります。山頂からは日光白根山や戦場ヶ原もはっきり見えます。頂上は広くて360度視界が開けてます。これが山頂の大きな剣です。ちなみにここは写真スポットになっていて、この日は結構、体感10分くらいかな並びました。中禅寺湖を見ながら下山します。男体山とってもいいお山でした。男体山は古くから修験道の聖地として崇められてきたいわゆる修行の山です。
山頂には二良山神社奥宮が鎮座しています。古代から山そのものが神とされ、山を登ることが神に近づく修行と考えられていたそうです。